それではプロジェクトハヤノという、変な名前をつけたのはフミさんですが、私の、提案したプロジェクト、それで、データのマッシュアップインターフェースデザインを渡辺先生、後でお話になる渡辺先生が非常に、やってくださいました。少し経緯を述べますと、福島原発事故でその内部被曝の問題って非常に住民の皆さんも含めて関心が高いわけでありますが、私が提案した給食の検査、それから各種の加減検査、それから私たちもやってきたホールボディカウンターの測定によってですね、実は汚染食品に由来するセシウムの内部被曝っていうのは、非常に少ないということが判明をしてきました。例えばこれ福島県内で4月1日以降にやられたホールボディカウンターの検査ですが 99.1% が検出限界未満、子どもに限ると 100% が検出限界未満になっています。でこれに対してですね、例えば私が子どもの頃1964年、日本人の体を測るとですね、体重 1kg あたり大体10ベクレルぐらいのセシウムが入っていたというデータがあります。これ福島県内のデータと比べるとですね、10ベクレルってあそこでありまして、それで今福島県内でホールボディカウンターで測定をするとほとんどの人はそれよりはるかに低いということが分かっています。しかしですね、それで全て OK かというと、実は半減期8日の要素131というのを事故の初めに吸ってしまった人が大勢いるのではないかということ、これは当時の実測データの非常に少ないことからこういう疑念が持たれています。でチェルノブイリでは、要素の摂取によって子どもの甲状腺がんが増えたということが知られています。で福島県内でのおよび周辺の県での甲状腺がんの発症のリスクがどのくらいあるかということを、知りたいということなんですね。それでこの私のプロジェクトの目的というのは、その放射性要素による内部被曝のそれをオープンな形で評価をしたいということで、ありました。それで、そのためには各地点でいつ何人がどれだけの要素を吸ったかということを、知る必要があるわけなんですが、その要素がどれだけあったかということについては、スピーディーなどのシミュレーションに今頼るしかありません。それで、今までその各地点でいつ何人がっていうのがなかなか問題だったんですが、今回ゼンリンデータコムさんがご提供いただいた混雑統計を使うことによってですね、それが、かなりこの問題が分かるようになってきたということです。でリスクはどうやって評価するかという、ここは大きな過程がありまして、線量かける人数でリスクを評価するということをやります。例えば、100ミリシーベルト甲状腺の特化線量があった人が1人いた場合と、それから10ミリシーベルトの人が10人いた場合とではリスクが同じという、そういうかなり大きな過程をしてつまり線量と人数の掛け算をするということでリスク評価をします。もちろん国、それから福島県はですね、住民行動調査というのをやっておられまして、それによって、各地の線量と、それから一人一人がどこにいたかというのをアンケートで紙で集めて、それによって線量を評価するということをやっていますが、これは個人情報ですので、第三者検証というのは不可能、これ開示されません。で今回はそのゼンリンデータコムさんのデータとスピーディーを使って、それで、第三者検証可能なリスク評価をしてみようというのが目的でありました。でシミュレーションたくさんの種類がありますので、それを4種類今入手しましたスピーディーのデータ、これは公開されているものです。それからあとジャムステックさんが計算されたもの、それから国立環境研究所の、計算から JAEA の計算などを集めてきまして、これを渡辺先生にマッシュアップしていただきました。これをゼンリンデータコムさんの混雑統計と重ねて、後で多分でもあると思うんですけど、こんな形にまとめてみたわけです。緑の棒グラフおよびその下にある丸、これがゼンリンデータコムさんの、3月15日午後3時ぐらいの人々がどこにいたかという、それから、赤の棒グラフ、これが要素の、大気中の濃度、地上付近での大気中の濃度、これの掛け合わせをするということをやりました。使われている基礎データがどのくらいちゃんとしたものかということは理解しないといけないので、まず前輪の混雑統計というのを見てみました。でこんな感じで、これは、原発から5キロごとの
園内に何人いたかというのを時間とともにプロットした、ものです。でこれを見ますとですね、まず最初の方、事故の前ですね、ここの辺りを見ると5キロ圏内に人が入って5キロ圏外に人が出ていくという原発への通勤の様子というのが見えます。それからこの辺りですね、5キロ10キロ20キロ、そこの範囲の人口がだんだん減っていく様子、これは避難命令が出て人が外へ出ていった様子が見えます。それから、13日から14日にかけて人口が減っているように見えるのは、これは一番最初の朝一番のご発表にもありましたが、携帯の基地局が動かなかった時です。でこの時はデータが来ていないんだけれども、3月の14日の、から15日にかけてですね、携帯の基地局が復活をして人が湧いて出てきているように、見えるわけです。で一番問題の時はいつだったかというと、3月の15日の未明から3月の16日にかけて、ここが要素の濃度が一番高かった時ですが、幸いにもですね、その頃の、前輪のデータというのはかなり携帯基地局復活後ですので使えそうであるということです。さらにもうちょっと見ますとですね、これはそこに何人、250メートルメッシュの中に何人いたかというデータ、人数の頻度分布というのを見ますと、このように200、400、600、800っていうところにピークが見えます。これは、実はそのオート GPS 付きの携帯を持った人がそのメッシュの中に1人、2人、3人いて、それにその契約者数の比率をかけて、それを200人、400人、600人としているんだということが分かります。それから間がなんか埋まってるんですね。なぜこう整数倍にならないかという。でそれもですね、じっと見ると、例えば、3月10日の午前3時、これを見ると人々は動いていない。ピークはシャープです。で午前8時になると人々が移動を開始すると、ピークとピークの間が埋まってくると。だからそのメッシュを出たり入ったりするフラクションで計算をしているのであるということが想像がつきます。で今回の解析ではですね、こういうことがありますので、250メートルメッシュではなくて時空をかなり粗く取って、それで解析をすることにしました。じゃあスピーディーの方はどうかと。でここでですね、W スピーディーの、2種類のスピーディーの計算、赤と、青ですね、それから国立環境研究所の計算、黄色、これ重ねてみるとですね、違うんですね、非常に残念ながら。でこれソーストーンタームがかなり違う。これもメッシュを組織化することにしました。でこういうのをですね、10km メッシュの中の人数というのを公開をしまして、それで、多くの方に検算をしていただきました。で検算の結果ですね、桁の見当がつきました。でその数値を一体今回何に使おうとしているかというと、実はその議員立法を今目指しておりまして、その今後甲状腺がんが出た場合にそれをでこの法案の必要な予算の概算のために今回の計算を使う。はい、ありがとうございました。今回先ほどの地図を見ると、福島が中心だったと思うんですけど、これは例えば宮城の方とか、岩手の方まではちょっと出たのかわからないんですけど、今回はですね、やったのは福島県を包含する長方形を取ってその中で計算をしましたが、ちょっと時間がなかったのでその外は計算してあります。同様のことをやろうと思えば、例えば三重県でもどこでもできます。データができる。ストレートな質問をしちゃうんですけど、今日とても大事だと思う。これ要するにオーソリティが出すデータと、それからみんなが持ってるデータと、それからみんながこうやって分析するデータと、オーソリティが判断していくデータ、こういうね、関係、要はみんなが持ってるデータ、それから権威があるデータ、この2つの関係をやっぱりいろいろと早野先生ずっと触れていることを、かなりの権威のあるところにいらっしゃってそれをやってるわけだけども、その関係どうあるべきだっていうのは一言で言うのは難しいと思います。一言で言うのは難しいですね。ただ今までの、3月11日以来ですね、さまざまその権威のあるデータを持っているはずのところのデータの発信の仕方であるとか、そこが持っているデータがどう使われているのかいないのかということに対して、疑念を持たれていることがたくさんあるわけですね。そういう中で誰でも検証できる形でデータを、公開して、それで掛け算をしてどうなってるかっていうことをみんなが見て、大体このくらいのオーダーねっていうのが分かることがとても大事だと思います。ありがとうございます。